なんとかなる精神っていうのが今月すごく効いてくると思います。なんとかなる。解放のカード、覚醒のカード、それから自由のカード。本当の自分が蘇ってる状態。はい、皆さん、こんにちは。レイコライトです。お久しぶりの動画です。星座別リーディング、何ヶ月かリフレッシュのためにスキップさせていただいていましたが、9月分よりまた再開したいと思います。チャンネル登録をしておいてくれたみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝しております。リフレッシュとこれからやっていくことの準備をしていました。YouTube って投稿の間が空くとどんどんチャンネル登録が減っていくもんなんですけどね。どこまで減るかなって見てたんですけど、思ったよりもそのままにしてくださってて、とっても嬉しいです。これからもレイコライトは楽しみにしてくださっている方にお答えをしていきたいと思います。それから今回この動画で初めましての方、ありがとうございます。本当にたくさんの星の数ほどの動画がね、存在してますけど、その中でここを見つけてくださり、ちょっと見てみようかなってなってて、そしてこんなところまで、喋りのところまで飛ばさないで見てくださっているのは、やっぱり何かがあるからだと思います。今月をハッピーに生きるヒントを持っていてくれたら嬉しいです。もちろん、リーディングは万能ではありません。全人類には当てはまらないです。当然ながらこれは他のすべての動画にも共通していることです。YouTube では大勢の方に向けたメッセージを発信していますからね。受け取る人によっても正解が変わってきます。しかし、ご縁があって、波動があって、この動画を飛ばさないで見てくださってると思うので、あなた様にとっての何かがここにあるんじゃないかなと思います。世界ではいろんなことが起こっていて、不安だったり辛かったりって方もいるかと思いますけど、まずは自分で自分をハッピーにしていくっていうのが基本です。ということで、今月を最高に生きるヒント、ハッピーに生きるヒント、動画に散りばめていますので、キャッチしていただけたらなと思います。はい、9月使っていくカードはこちらでございます。カードデッキは、概要欄から私の楽天ルームに、URL 置いてますので、そこから気になる方はチェックしてみてください。はい、それでは水亀座の皆さん、行ってみましょう。はい、このように出ました。ちなみに今回はユニバーサルウェイトタロットデッキ使っていきます。YouTube ではこの9月のリーディングから初めて使います。缶に入ってるんですよね。なのでとても扱いがいいです。持ち運びもいいし、手のひらサイズなんでシャッフルがしやすいっていうのと、それから画角に入りやすいっていうのがとてもいいなと思います。で、絵もなんだかこう水彩画タッチっていうのかな、すぐ見せますけども、そうなんでちょっと柔らかい感じだけど伝えてくることは鋭いっていうね、ユニバーサルウェイトタロットデッキ開けていきましょう。はい、ペンタクルスの3の逆位置ですね。はい、2の逆位置、カップの2のはい、デビルの逆位置です。はい、ジャッジメント。ご自分自身の意識のところにですね、すごいカードが出てますよ。意識の解放って感じがしますね。第一印象。エンペラ。はい、なるほど。ソードの7の、はい、ワンド6逆位置。で、こっちがストレングス。強めのカードが出てますね。
やっぱり相変わらずエネルギーの強さっていうのを感じますよ。よいしょ。はい。このカード。ペンタクルスのナイト。はい、フール。いいですね。いいですね。このように出ました。それでは読んでいきましょう。はい、では行きましょう。水亀座さんらしいカードが出ていてとっても嬉しいです。解放のカード、覚醒のカード、それから自由のカード。面白いですね。で、大アルカナが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚かな。はい。なるほど。安定感の継続のエンペラーも出てるし。ではね、行きましょう。今回、ケルト十字で十字って出していったんですね。YouTube では初めてやる形かもしれません。で、この置き場をいつもどこにしようかなって思うんですが、ちょっとこっちに置いときます。現状がペンタクルスの3の逆位置ですね。はい。現状、コミュニケーションにちょっと行き違いがあったりとか、周りの人となんか噛み合わないという感覚の方もおられるかなと思います。そういうカードですね。はい。クリエイティブなカードで連携していくカードなんですが、体感というか、現状というか、なんか噛み合わないな、みたいなところがありそう。そのように出てますね。そして流れ、過去、現在、未来というね、こんな流れなんですが、過去の位置に、ね、なんと素晴らしい、いろいろ過去、いろんなことをされてきたということを表してくれているエンペラー聖地出てます。これは安定とかですね、安全とか継続してきたこととか揺るぎない感じ、そういったことを表してくれてますね。なので一定の成功を収めた、それから自分の納得することをやり遂げたということがあったのかなというふうに思います。はい。何かをずっと継続してきたとか、ちゃんとやってきた、一定のものを手に入れたという方が多いと思われます。で、そこからちょっと変わってきてますね。変わってきてる、なんでしょうかね。なので、今までやってきていたことを手放している方も多いかもしれない。そう、それから変わっていこうとしているというか、ご自分ではもしかしたら気がついていないかもしれないけれども、次の段階に行かれているという感じがとてもします。で、そのサインとしてなんか周りと合わなくなってきているとか、話が合わなくなっている人もいるかも。それから自分がやってきたことがつまんなくなっちゃってるとか、集中が切れちゃってるっていうカードがこの先に出ているので、ずっとやってきたことから離れて、もう違う方向に気持ちがいっているという方も多いのかもしれません。これご覧くださっている段階で。ですね。そんな感じがします。で、なんでこんなことを言うかというと、こちらからデビルの聖地が出てるんですね。これも今まで囚われてきたことから解放されている状態だったりとか、それから悪縁が切れるとかね、そういうことも表すんですね。で、自分がずっと囚われてきて、なんかもう縛られてるわーっていうところがあったとしたら、そこからもう抜け出しているという解放を表すカードが出ています。自由になっているカードで、それはもしかしたら考え方かもしれないですね。固定した考え方を持っていらっしゃったとして、そこをもう手放してものすごい自由な考え方に変わっていらっしゃる水亀座さんもいるかも。で、なんでそんなことを言うかというと、こちらでございます。ジャッジメント、聖地。これが潜在意識に出てるんですよ。こっちが表層意識だから。自分が気がついてるところでは、なんかすごい軽やかだなとか自由になってるとか、今まで囚われていたこと、そこにもう囚われなくなってるとかですね。小さなことは気にしなくなってるとか、なんかすごくいい感じ。軽やかで、なんか抜け出せたなみたいなところにいらっしゃる、そう感じている方が多いかも。で、それは何かっていうと、あなた自身がもう次の
段階に行っているから、レベルアップしてるから、ステージアップしてるからって伝えてくれてます。ジャッジメント、これ素晴らしいカードが出ていますね。カードの世界観としては、これ死者が蘇るカードです。奇跡のラッパが鳴って死者が蘇る。だから言葉にしてね、分かりやすく言いますと、本当の自分が蘇っている状態、これがあなたの魂レベルで起こっているですね。それから復活のカードなんですね。復活、再生、レベルアップ、覚醒、そういったキーワードがございます。何か感じるところあるでしょうか。とにかく、蘇っている、本当の自分が目覚めている、そういったことを表してくれているカードでございます。で、水亀座のリーディングでよくこんな話を私はしてるように思います。去年とか今年にかけてね。で、やっぱり水亀座っていうのは時代の星座なんですよね。時代を背負っている星座とも言えると思います。結構ね、星々のテンションがかかってる。だから人より先に行っていたりとか、考え方が人より新しかったり、そういう方が多いと思うんですよ。水亀座の皆さんって。でね、様子がその様子が全部出てます、今回。だからすごいなと思いましたね。はい。それから気づいている。あなたの奥底で。で、そのこと自体、まだご自分では自覚していない方も多いと思いますが、だけどなんだか今まで囚われていたことから自由になっているとか、小さなことは気にしなくなっているとかですね、やめたいと思っていることをやめられている状態、そういった状態を感じられていたら、あなたはもう次のステージに行ってるっていうことなのかもしれません。そのようにお伝えします。はい。で、これがここにありましたね。カップの2。ぴったりカード。これが逆位置なので、そうなんですよね。やっぱりね、もしかしたら、卒業するご縁が出てくるかも。卒業するご縁が出てくるかも。それは人かもしれないし、場所かもしれない。お仕事かもしれない。今までやってきたことかもしれない。で、なんでかっていうと、もう自分自身が内面から変わっちゃってるからですね。だから今までいいと思ってきたこと、長年いいと思っていたもの、人、そこともう自分が食い違っちゃってるというか、大きくなっちゃってる、サイズが変わっちゃってるというところがあるのかもしれないですね。しかし今までのものとか今までの人が悪いっていうことじゃ全然ないんですよ。みんな自分のペースで自分を生きているので、みんな自由なんですよね。ただペースが違う。そんな風に伝えてくれてます。今回自由ってすごくキーワード来ております。これは後でお届けしますが、フールの逆位置自由。このカードがすっごい伝えてくれてるのは、あの人もこの人も自分もみんな自由なんだよっていうことですね。それが今月の、対策、開運ポイントと言ってもいいかな。そこのカードとして来ています。フール、セイジ。はい。なので、なんだか違和感を感じたりとか、なんか今までと違って合わないな、なんていうふうに思ったとしたら、それはいろんなことを考え時なのかもしれないと伝えてくれてます。そこがきっかけになるかも。つまんなくなっちゃうとかですね。この先に来る未来として、このつまんなくなっちゃうカード、飽きちゃうカードっていうのが出てるんですね。継続してきたことがもういいかなって思っちゃったりとか、それから、ご縁としてもう卒業するっていう形になったりね。それを伝えてくれてます。その真ん中にいるのがこのペンタクルスの3でございますから、サインとして違和感、周りの人たちとの違和感だとか、今いる場所の違和感、やってることに対してのちょっとあれなんか違うんじゃないかなっていうところですね。それがサインとしてあなたにお知らせをしてくれてるのかも。もう本当の自分が目覚めちゃってるから、ずっとやってきたことが合わなくなってるという方が多いのかもしれません。そしてこちらに行きましょうか。これは今月のあなた様自身ですね。立場とか状況とか。
でもこれをお伝えしたこともありますが、なんだかんだでうまくできますよっていうことですね。うまくできます。ここも順調だし、最終結果も順調だし、今月ね、心の中では、奥底ではいろんなことを思ったりとかですね、すると思いますが、現実にはしっかり合わせられるっていうふうに最高の形で来ております。現実に合わせていくことができる。我々はやっぱり現実を生きてますから、自分がいろんなことを気づき始めたりとか、ガラッと変わってしまったということがあっても、やっぱりやめるわけにはいかないというか、目の前のことをやるっていうことは避けられないと思うんですよ。そういった意味で、これすごく嬉しいカードかなと思います。うまくやれるよってカードが出てます。容量のいいカードです。はい。いろいろ思いながらも、なんだかんだでうまくやることができるって伝えてくれてます。一方、これが周りの状況、周りの人です。はい。これは6、ソード、ワンドの6の逆位置ですね。勝利のカードの逆位置。で、少し時間がかかるかも。周りの人は少し時間がかかってる。ゆっくりペースで良くなっていく。そんなことが言えますね。水亀座さんが今月うまくできちゃうから、周りの人に対してもっとうまくやんなよだとか、なんでわかんないのみたいにちょっと思っちゃうかも。それはなんかちょっと食い違いというか温度差があるんですね。で、周りの人はちょっと時間がかかってから良くなる。時間がかかってからいろんなことに気がつく。と出てますよ。周りというのは、小さい、半径何メートルの人かもしれないし、もしかしたらもっともっと大きく言って、世間の人たちかもしれない。そのようにね、お伝えをします。はい。周りの人がペースを取り戻すのは、周りの人がうまくいくのは少し経ってから、そのように伝えてくれてます。それから、こちらですね。これね、画角に全部入れるのがなかなかね、難しいので、重ねてますけど、こちらですね。今月の水亀座のあなたの願望、希望ということで出しました。ストレングス。ライオンのカードですね。このカードっていうのは、このライオンをこの女の人が手なずけてるというですね、カードです。それというのは、力だけだったら、本当に腕力だったらライオンの方が勝つ。けれども、この人が手なずけてるということは、精神力で手なずけてるということになるんですよね。そういうことを表してくれているカードです。はい。なんか一気にやってしまいたいっていう感じがあるんですよね。なんでしょうかね。とにかくエネルギーが強いというのが特徴的なんですよ、水亀座さん。だから、ここでもね、周りに対して思うところが出てくるのかもしれないし、自分の思うようにやりたいとか、コントロールしたいとか、さっさとやってしまいたいとか、あるのかも。それからもう一つ、大きな何か困難に立ち向かっている方もいるかもしれない。これ困難に対して立ち向かっている様子を表します。それからもっと言うと、その困難に打ち勝つっていうことも言えるんですね。なので、何かと向かい合って奮闘しているという方もおられるのかなと思います。ただ、メッセージとしてね、このカードが伝えてくれていることは、少し余裕を持っていきましょうみたいなニュアンスなんですよね。強引に力でねじ伏せるとか、一気に何かをやっちゃうっていうよりかは、余裕を持って見守るような気持ちで、それで対応していきましょうというところが伝えてくれていることになります。何かを何とかしようとしている様を表すカードですね。何とかしたいという思いがあるのかも。そうですね。何かに対して何とかしたい感じ。様々にね、いろいろな方が見てくださっているので、例え話が非常に難しいんですけれども、何かを何とかしようとしている様子っていうのが出てます。それからもう一つですね、欲望との戦いっていう感じもあるんだな。でもここはもう解放されているのですが、これを欲望を表す
のもこのデビルのカードの特徴なんですね。これが逆位置なので欲望から離れている、手放せている様子なんですが、もしかしたらそれと格闘しているというところがある方もいるのかもですね。しかしその場合も同じですね。あんまり根詰めずに余裕を持って受け止めるような気持ちでやっていくとうまくいく。そのようにお伝えをしたいと思います。コントロールを外すとうまくいく。はい、それから最終結果ですね。2枚かな。そう、順調なんですよ。順調なんです。これが答えを出してくれてます。なんだかんだで順調なんですね。いろいろご自分の心の中では思いがあるかと思いますが、9月は順調です。ペンタクルスのナイト。これ日常をしっかり一個一個、一歩一歩ちゃんとやってるよっていうカードですね。積み重ねて大きなものができるというような。ペンタクルスのナイトの正位置ですね。これは慎重派のカードで逆位置なんですよね。だからやっぱりゆっくりペースなのかもしれません。日常は、現実は。ご自分の中ではハイスピードで何かが進んでいるような気がするかもしれませんが、現実の進みはゆっくりですということです。でもそれが順調ということですと伝えてくれてます。そしてこちら、今月の対策です。フール聖地0番。いいですね。もう限りなく自由です。無茶をするとかそんなイメージもありますが、今回は何とお伝えしようかな。まず自由。ここでも言いましたが、あの人もこの人も自分も全員自由で、みんな自分の人生を自由に自分のペースで生きているってことをすごく言ってくれてますね。だからコントロールしているとしたらコントロールを外すっていうこともいいのかもしれないですが、はい。それから今を楽しむカードです。今月のラッキーアクションは今を楽しむ。それからノリとか直感、大事にしてください。それが開運のポイントでもあります。ノリ直感。いろんなことをね、考えちゃうっていう方もいるかもなんですが、これはね、あまり考えない方がいいよっていうカードでもあるんですね。とてもこのフールそのものなんですが、バカになるとか、それからなんとかなる。そう、なんとかなる。言葉としてお伝えすると、ここでね、なんとかしようとしている感じがすごい伝わってくるんですよね。で、アンサーカード的な感じでお伝えすることになるかもですが、これなんとかなるって言ってくれてます。なんとかなる精神っていうのが今月すごく効いてくると思います。なんとかなる。フールの聖地が伝えてくれてます。なんとかしようとしなくてもなんとかなる。ね、この時代を背負っているような水亀座さんらしいカードが結構出てきましたね。タロットカードは以上になりますが、この後オラクルカードを引いていきます。お仕事活動面、それから愛情面、最後にラストメッセージという形で3回カードを出していきましょう。はい、ではオラクルカードを出していきましょう。まずお仕事活動面ですね。それから愛情面、すっごい取りました。ちょっと取ってきます。はい、では開けていきましょう。お仕事活動面、はい、ルーツオブアバンダンス。いいですね。この前の星座さんもちょっと似たような感じだったんだな。グラウンディングみたいな木の根っこのカードが出ましたね。愛情面、はい、ローズクォーツ、愛の石が来ましたよ。オープンアップイヤーハート。なるほどです。それから今月のラストメッセージは一番最後に引きますのでね。それでは読んでいきましょう。はい、
ではカードの意味と降りてきた直感で読んでいきます。お仕事活動面、はい、木の根っこですね。もうまんまグラウンディングですね。グラウンディング。そしてこんな風なね、本当にこのような感じの、私ショート動画実は上げてるんですよね。セカンドチャンネルになるんですが、グラウンディングっていう題名で戸隠神社のですね、こういった木の根っこを載せているっていう画像があるので、よかったらご覧になってみてください。それを思い出しました。で、今回グラウンディングをすることによって、それが豊かさにものすごくつながりやすいって伝えてくれてます。ちなみにグラウンディング何かっていうと、この地面、大地、地球のエネルギーを自分自身に取り込むということです。そして自分自身を強化して良くないものを跳ねのけたりとか、逆にいいものを引き寄せたりとかですね、強い自分、素晴らしい自分、本来の自分に、最高な形で充電されている様子を作るということですね。言ってみれば。で、方法としては本当にいろいろあるんですね。あんまりやり慣れない、聞き慣れない方法もあると思いますが、ご興味あったら Google 検索でグラウンディングって検索してみてください。いろいろ出てくると思います、やり方が。それから私からご紹介できるやりやすい方法としては、本当にこんな木がいっぱいある自然の中に、公園とかね、その地面に行って立つだとか、それから塩風呂に入る、そして根菜ですね。根菜を食べる。人参とか大根とか、地面に植わってるもの、それを食べてそのエネルギーを頂戴するという、そういうやり方ですと簡単にできます。どちらにしてもですね、水亀座のあなたにグラウンディングがおすすめされてます。大地のエネルギーを取り込んでくださいと。さっきこの1個前のヤギ座さんのリーディングもちょっと似てたんですよね。この1番というカードが出てて、そこでもグラウンディングの話をしたんですが、立て続けに来たなと思いました。それからさっきこのタロットカードのリーディングで正反対のエネルギーのカードがね出てたんですね。フール、これは軽やかにだとか、グラウンディング全然関係ないカードが出ていますが、はい、だからこのお仕事面ではこちら忘れないでねっていうことなんだと思います。地に足をつける、それから基礎的なことを大事にする、基本を大事にするとか、一歩一歩とかですね、飛躍しないで一つ一つやっていくっていうことだったり、それを伝えてくれてます。そのことがあなたの豊かさにつながりますということですね。で、これで今回このね、直感とかノリとか軽やかさって言ったんですね。どっちかというとこの地じゃなくて天の方につながってる感じのカードなんですね。だから逆に基礎も大事だよっていうことだったり、それから地に足をつけることも大事だよっていうことを伝えてくれてるんだと思います。現実に豊かさを反映させる、現実から豊かさを得るためには、やはりですね、そのイメージだけではなかなかできないところもあって、何か一つ一つ積み上げていくっていうことが必要だったりするんですよね。そのことをなんか忘れないでって言ってくれてるようですね。あと物質的な豊かさ、もしかしたらご覧の方は物質的な豊かさはもうあんまり求めてない方も多いのかなって思ったりしますね。何でしょうかね。精神的な豊かさとか、そっちを求めてる方がすごく多いように感じます。なんかね、このボトムのカードもね、これが出ているので、まさにこれは逆方向ですね。これは宇宙につながってる感じ。直感だとか霊感だとかスピリチュアルだとか、そんな方向ですが、これはめちゃくちゃ現実です。現実も大事にということですね。お仕事面、あなたの現実を大事にされてください。そこから豊かさ、物質的な豊かさを得ることができると伝えてくれてます。両方大事なんですけどね、一方に偏らずということかなと思いました、今回はね。それから愛情面いきましょう。これものすごい勢いで飛びました。お見せしたかったんですけどね、この県外に出てきました。すごい勢いで。ローズコーツ。これ
そのまんま愛情の石ですね。愛情の石。ツヤツヤですね。ツヤツヤのプリプリですね。それからすごく優しいんですね。優しさとか柔らかさとか順応させる感じもあって、これも地球とつながるなんですよね。本来のよく言われてる意味と違うんですが、ローズクォーツって地球でうまくやるみたいな、とても現実的と言ってもいいようなエネルギーでもあるんですよね。なんだろうな、これ。愛情面なので、様々なね、パターンでご覧くださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、パートナーいらっしゃる方、これからという方、そしてご家族愛でご覧の方もいると思いますが、両方とも地球なんですよね。つまり現実なんですよね。ローズクォーツ、なんか現実的なことをすごく言われてますよ。現実的なコミュニケーションかな。オープンや心を開いていきましょう。自分を認めるっていうか、自己愛というか、もしかしたらちょっと愛が足りないかも。そんな風に伝わりました。これご覧くださってる方、愛って様々だから何とも言えないんですが、あなたが望む愛がちょっと足りないのかも。そのように伝わりました、今回。で、心を開いていきましょうということです。自分を認めて相手を認めるですね。自分を OK として相手を OK とするみたいな。それはつまり心を開いてるって状態ですね。なんかあんまりジャッジしないっていうか、ありのままそのまま、愛情面はありのままそのままで、そのようにお伝えしたいと思います。でも愛情運向上の石ですよ。なんかいいことがあるかもしれないですよ、愛情面。で愛情面、なんかすごい求めてる感じっていうのが伝わります。なので、ベタですが素直になってというか、心を開いていくっていうことがアドバイスで来ております。何か受け取ってくださったらいいなと思います。はい、そしたら最後、今月のラストメッセージを引いていきましょう。水亀座の皆さん、9月ですね。はい。セレナイト、クリアザクロッタ。これは片付けましょうっていうカードですね。断捨離、セレナイトは、これがね、セレナイトなんですよ。シンクロですね。そういえばそうだった。これはこのね、羽の形をしてるんですけど、天使の羽の形をしてるんですが、同じくセレナイト。解説書でね、確認しましたら素敵なフレーズがありましたのでお伝えをします。あなたのエネルギーを奪う有害なものを排除しますよ。ちょっと似てますね。水亀座のあなたにエネルギーを充満させたいんですよね。天はね。充電しておいてほしいんですよ。今月。充電してくださいっていうことです。そのためにいらないものを捨てていきましょうということですね。そのように伝えてくれてます。セレナイトって月の力が宿ってる石とも言われてるんですよね。なんかいらないものがあるのかもしれないです。なんでこういう時って断捨離をするとかお掃除をするっていうことが結果的にですね、そのアクションが自分に効いてきたりするので、やってみられたらいいんじゃないかなと思います。余計なものを捨てて、いいエネルギーで自分を満たしておきたいんですね。そうやって準備をしておいてほしいと伝えてくれてます。準備ですね。準備をしておいてほしい。自分自身にエネルギーを充満させてあげてください。それが今月のラストメッセージです。こっちはどっちかっていうと自分をね、このクリアな光で満たす感じです。こちらは地球のエネルギーを取り入れるって言いましたけどね、どっちかっていうとこのなんか、気になることっていうことを全部出してきれいにしておく、そんなイメージです。はい、水亀座の皆さんは以上になります。何か役に立ったとか面白かった、そんなことが少しでもございましたら、チャンネル登録、それからグッドボタンで応援してください。
れから何回か見ていただけますと、その時に必要なメッセージがまた別に受け取れたりしますのでね、不思議なことに。なのでよかったら何回かご覧になってみてください。それでは最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。素敵な9月でございますように。応援しております。